本学のゲノム解析センターは東京農業大学の世田谷キャンパスに設置されています。2008年に文部科学省の私立大学支援事業の採択を受けて、設置されました。当時はゲノムアナライザー 2X を用いて酒米、それから日本の在来牛のゲノム解析を行ったのが最初の成果です。2013年には文部科学省の私立大学の共同利用共同研究拠点に認定され、以来農学分野を中心に学内だけではなく学外の研究所の共同研究も支援してきました。ゲノム解析センターが参画している拠点事業ですけれども、文部科学省が日本の科学技術の発展のためには研究施設あるいは設備の共用が大切であるという考え方があります。そこの拠点事業に本センターが参画し、国内の研究者を中心とした遺伝情報解析の支援を行っています。私が、興味を持っているのは卵の質っていうものに興味を持っています。卵っていうのは受精卵なんですけど、畜産の世界ではもう人の生殖幇助医療の世界でも受精卵っていうものを作ってこれを子宮に戻すっていうようなことをこの質を上げることによって、受胎率とか子どものリスクを減らしたいなというふうに思っています。私がいわゆる注目しているのは体の中にあって体の外にないような因子です。例えば細胞外傷法っていうようなもの、マイクロ RNA を非常にたくさん含んでるんですけど、こういうものがいわゆる受精卵の発育にどのような影響を及ぼすのか、でこのマイクロ RNA を見つけて培養系に改装しようとかですね、マトリックスを変えてみて、これが卵にどのような刺激を与えて、でそういうのをNGS で遺伝子発現から調べ上げてっていうようなことをして卵の質を改善しようと思っています。ゲノムセンターは大学に併設してありますから、テクニカルなスタッフが常駐しているということで、一般的に外注してしまって結果をもらうのと違うプロセスといい、あとデータ解析を私自身が解析するんですけど、可否というか質とかいうのもいろいろ相談しながら進めるというのが非常に役立ってますし、NEXT610は主に真核生物のゲノムシーケンスやトランスクリプトームなどハイスループットな解析を利用するときに使っております。NEXT610のカートリッジは非常に単純な構造をしておりまして、カスタムプライマーを用いた変貌を使った解析方法などを用いる際にも、煩雑な手順を介することなく、使用することができます。センターではさまざまな分野の課題を取り組みますが、対象とする生物種によって必要とされるリード帳やデータ量が大きく異なります。しかし NEXT610 のカートリッジは100ベースペアから600ベースペアまで選択することができ、それぞれの生物種に適するリード帳をカスタマイズすることができるため非常に重宝しております。今日生物を研究対象とする研究では遺伝情報解析が必須になっているというふうに考えます。その中で次世代シーケンサー技術というのは非常に強いツールだというふうに考えるのですけれども、まだそれを利用するのにですね、ハードルが高いというふうに感じている研究者も多いように感じます。特に農学を中心とする多様な生物を扱っている分野ではまだまだその余地が残っているというふうに考えますので、未経験者の方あるいは若手の研究者を支援していきたいというふうに考えております。